仮想通貨用語集パート3。今回は仮想通貨に関連する用語の紹介と使用例、説明をします。最初に僕、サトシが用語を言い、次に私が使用例をご紹介し、次に私、中本が用語の説明をします。最後にまた僕が一言。この順番でどんどん用語を紹介していきます。張り切っていこう。では、スタート。デッドマウス。このプロジェクトはデッドマウス状態で、もう誰も開発に関わっていない。デッドマウスは仮想通貨やブロックチェーンプロジェクトが開発中止となり、事実上死んだ状態を指します。プロジェクトが放置され、更新や改良が行われなくなった場合に使われる用語です。この状態になると、投資家はプロジェクトの将来性を期待できなくなり、資産の価値が大幅に下がることがあります。動きが鈍くなったり、なくなったら注意が必要だぜ。次。アンカーペグ。ステーブルコインの価値を維持するためにアンカーペグが使用される。通貨の価値を安定させるために一定の基準に固定すること。一定の基準に固定させるために必要なことだぜ。次。イールドファーミング。DeFi プラットフォームでイールドファーミングをして氷回りを目指す。DeFi プロジェクトで仮想通貨を貸し出し、利回りを得る手法。仮想通貨を貸して利子をゲットだぜ。次。インスタントファイナンス。インスタントファイナンスサービスは、迅速にローンを提供する。瞬時に資金を調達できる金融サービス。素早く資金を調達できるのはすごいぜ。次。ファンドプロビジョニング。ファンドプロビジョニングを通じて資金を調達する。プロジェクトや事業のために資金を提供するプロセス。資金を提供するために必要なことをするぜ。次。ウォレット。新しいウォレットにビットコインを送金した。仮想通貨を保管するためのデジタル財布。デジタルのお財布、いろんな種類があるんだぜ。次。ウォレットアドレス。ウォレットアドレスを間違えると、資産が永久に失われる可能性がある。仮想通貨の受け取りや送金に使用する1位の文字列。お金を送ったり、受け取ったりするのに必要なものなんだぜ。次。公開鍵。送金には受信者の公開鍵が必要だ。仮想通貨アドレスとして公開される鍵。みんなに知らせてもよいのはこっちの鍵だぜ。次。秘密鍵。秘密鍵は絶対に他人と共有してはいけません。秘密鍵が盗まれると、あなたの仮想通貨が奪われる可能性があります。秘密鍵は仮想通貨ウォレットにアクセスし、取引を承認するための重要なデータです。ウォレットの所有者のみが知っているべきものであり、漏洩すると資産が盗まれる危険があります。秘密鍵は安全な保管方法、例、オフラインのコールドストレージで管理することが推奨されます。教えるとお財布を丸ごと渡したことになるぜ。次。カストディアルウォレット。取引所のカストディアルウォレットに資産を預けている。第三者が管理する仮想通貨ウォレット。主に組織などで利用されるお財布だぜ。次。コールドストレージ。大部分の資産をコールドストレージで保管している。インターネットに接続されていない方法で仮想通貨を保管すること。インターネットに接続しない方法で管理するお財布なので、ハッキングリスクが低くなるぜ。次。コールドウォレット。大部分の資産はコールドウォレットに保管している。インターネットから切り離されたウォレット。インターネットから切り離しているので、ハッキングリスクが低くなるお財布だぜ。次。ホットウォレット。取引所のホットウォレットから出金した。インターネットに接続されたウォレット。常時インターネットにつながっているお財布だぜ。次。ハイブリッドウォレット。
ハイブリッドウォレットでセキュリティと利便性を両立する。ホットウォレットとコールドウォレットの特徴を併せ持つウォレット。画面に合わせてインターネットにつないだり切り離したりできるお財布だぜ。次、マルチシグウォレット。マルチシグウォレットを使えば、複数の署名がないと取引を実行できないため、セキュリティが向上する。複数の署名が必要なウォレット、セキュリティを強化するために利用される。お金の出し入れを複数回承認して初めて処理されるお財布だぜ。次、マルチシグネチャ。マルチシグネチャのウォレットを使えば、セキュリティが大幅に向上する。複数の鍵を使って取引を承認する仕組み、マルチシグとも呼ぶ。お金を送るためには複数の鍵で承認して初めて送られるってことだぜ。次、ハードウェアウォレット。セキュリティのためにハードウェアウォレットを使用している。物理的なデバイスに仮想通貨を保管するウォレット。プログラムのお財布ではなく目に見えるデジタルなお財布だぜ。次、エアギャップ。エアギャップ技術を用いたウォレットで資産を安全に保管している。コールドウォレットのセキュリティを高めるためのインターネットからの隔離。セキュリティを高めるための技術だぜ。次、クロスプラットフォーム。クロスプラットフォーム対応のウォレットを使うと便利だ。異なるプラットフォーム間で互換性がある技術。取引所 A の X ウォレットは取引所 B でも使えることができる、そういう意味だぜ。次、アルトシーズン。アルトシーズンが始まり、アルトコインが急騰している。アルトコインがビットコインよりもパフォーマンスが良くなる時期。ビットコインとそれ以外のコインでは価値が上昇するタイミングが異なることが多いんだぜ。次、インフレーション。ビットコインは発行上限があるため、インフレーションが抑えられる。通貨の供給が増えることで価値が下がる現象。コイン全体の資金は変わらないのに、コインの数が増えたら1枚の価値は下がるんだぜ。次、デフレーション。ペペコインは手数料の一部をバーン、償却することでデフレーションとなり、総供給量を減らして価値を高める。通貨の供給が減ることで価値が上がる現象。コイン全体の資金は変わらないのに、コインの数が減ったら1枚の価値は上がるんだぜ。次、エアドロップ。新しいプロジェクトからエアドロップを受け取った。略してエアドロとも呼ぶ。仮想通貨プロジェクトがトークンを無料で配布すること。空からお金が落ちてきた様を例えたんだぜ。次、レンディング。レンディングプラットフォームで仮想通貨を貸し出して利子を稼ぐ。仮想通貨を貸し出して利息を得ること。取引所 C で仮想通貨を貸し出して利子をゲットだぜ。次、ロックアップ。トークンセールで購入したトークンは6ヶ月間のロックアップ期間がある。一定期間トークンの売却が制限されること。トークンを安く買える代わりにしばらく売却できない期間があるということだぜ。次、テストネット。新機能のテストをテストネット上で行う。実験用のブロックチェーンネットワーク、メインネットとは別に運用される。テストネットでいろいろと試してから本番を開始するんだぜ。次、メインネット。プロジェクト G はテストネットからメインネットに移行する準備が整った。公開された本物のブロックチェーンネットワーク。テストが完了したら実際に取引で利用するネットワークを公開するんだぜ。次、コーディネーター。IoTA のネットワークには取引の整合性を保つためにコーディネーターが存在する。特定のネットワークにおいて取引の順序や整合性を管理する役割。取引の矛盾や不正、エラーなどがないかを管理するんだぜ。次、スマートコントラクト。スマートコントラクトを使って取引を自動化する。ブロックチェーン上で
自動的に実行されるプログラム。あらかじめ取り決めた処理を行うようにプログラムできるんだぜ。次、ピアツーピア。ピアツーピア、P2P。取引では、第三者を介さずに直接取引が行える。中央の管理者を介さずに直接取引を行う仕組み、P2P も同じ意味。1対1でお金を送ったり、受け取ったりすることだぜ。今回は以上です。今後も仮想通貨の用語をご紹介していきます。僕も気合い入れて頑張るぜ。私も頑張るぜ。私も頑張るぜ。みんなで仮想通貨の知識どんどん発信だぜ。このチャンネルが少しでも良いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。